ねえメタン、瀕死の重傷を負ったら普通は絶対安静なのだ。それなのに国を救う交渉なんてできるわけないのだ。普通はそう思うわよね。でもそれをやってのけたすごい侍がいたのよ。それが今回の主役、長州藩の井上馨よ。井上馨？なんだか強そうな名前なのだ。でもなんでそんな大怪我をすることになったのだ？いい質問ね。ずんだもん。彼の壮絶な物語はまさに日本の未来をかけた大事件の連続だったのよ。なぜ彼は命を狙われたのか。話は幕末、日本中が外国なんて追い払えっていう攘夷の嵐に包まれていた頃に遡るわ。攘夷、つまり外国人は出ていけってことなのだ。その通り。でも井上馨は伊藤博文たちと一緒にイギリスに留学して世界の広さと外国の圧倒的な強さを肌で感じていたの。だから攘夷なんて無茶なことはやめて外国と仲良くして日本の近代化を進めるべきだって考えていたわ。おう、グローバルな考え方なのだ。でも当時の長州藩ではそれが裏切り者に見えたのね。攘夷派の過激な人たちから見れば井上はあいつは外国にかぶれた日本の敵だってことになっちゃったのよ。うわ、正義感が暴走すると怖いのだ。それで襲われちゃったと。ある夜、井上は帰り道で攘夷派の刺客たちに襲撃されたの。一人で何人もの相手をしなきゃいけなかったのよ。全身ズタズタ、瀕死の重傷。いえ、絶対絶命の大ピンチなのだ。まさにその通り。井上は全身を切りつけられて、特に顔はひどかったらしいわ。もう助からないと思われるほどの深手を負って血の海に倒れてしまったの。そんな、もうダメだったのだ。ところがここからが井上馨の生命力のすごいところよ。奇跡的に一命を取り留めたの。知らせを聞いたお母さんが駆けつけて傷口を縫い合わせたんだけど、あまりの重傷に医者もさじを投げるほどだったそうよ。お母さん、すごすぎるのだ。でもそんな大怪我じゃもう戦えないのだ。しばらくは療養生活よ。でも井上が寝込んでいる間に日本を揺るがすもっと大きな事件が起きてしまうの。長州藩、世界を敵に回す。もっと大きな事件なのだ。井上が言っていた通り、攘夷に燃える長州藩は関門海峡を通る外国の船にいきなり大砲を打ちかけちゃったのよ。うわ、やっちゃったのだ。まるで蜂の巣をつついたみたいなものなのだ。本当にその通りよ。当然イギリス、フランス、アメリカ、オランダの4カ国連合艦隊がブチギレて長州藩に総攻撃を仕掛けてきたわ。これが有名な下関戦争ね。結果はもちろん長州藩のボロ負けよ。砲台はことごとく破壊されてあっという間に占領されちゃった。まさに井上の心配が的中した形ね。傷だらけの交渉陣が立つ。そしてここからが井上馨の真骨頂よ。4カ国連合はとんでもない額の賠償金と下関の一部をよこせという無茶な要求を突きつけてきたの。お金だけじゃなくて土地まで取られちゃうなんて最悪なのだ。このままでは長州藩、いや日本が植民地にされかねない。この絶体絶命のピンチにまだ傷も癒えていない井上馨が立ち上がったのよ。あんな大怪我をしたのに大丈夫なのだ。大丈夫なわけないわ。でも彼は自分が行かなければと高杉晋作と一緒に和平交渉の場に向かったの。体はボロボロでも彼の頭脳と交渉術、そして国を思う気持ちは誰よりも強かった。かっこよすぎるのだ。まさに傷だらけのヒーローなのだ。交渉は困難を極めたけど井上は留学経験で知識と度胸で粘り強く交渉を続けたわ。そしてついに領土の割譲という最悪の事態だけは回避することに成功したの。おう、国を守ったのだ。もしあの時井上馨がいなかったら日本の歴史は大きく変わっていたかもしれない。瀕死の重傷を負いながらも身を挺して国難に立ち向かった彼の功績はもっと知られるべきなのよ。一度は命を狙われたのにその人たちのために戦ったなんてすごすぎるのだ。僕、井上馨のこと尊敬しちゃうのだ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。